こんにちは、デシマルと申します。このチャンネルでは、主に歴史分析の新しい手法について解説しています。前回は、なぜ日本の外交は弱腰に見えるのかというところから、その謎を SCSP の理論で構造的に分析しました。興味のある方はぜひこのシリーズの第5回、なぜ日本外交は弱腰に見えるのか、その謎に迫るをご覧ください。今回のテーマは、悪人ってどうやって決めるのです。正しさは人によって違う。これは日本人なら知っている人も多い考え方だと思います。じゃあ善は、善も実は人によって違うということは理解していますか？さらに言うと、悪って何でしょう？今回はそれを深掘りしてみたいと思います。本編に入る前に、一つお伝えしておきたいことがございます。このチャンネルでは、民族的な価値観のことをエスニックコアと呼び、それをもとに形成された法律や制度のことをリーガルコアと呼びます。民族的継承核であるエスニックコア。これは、血統、神話、宗教、言語、文化など、民族的な記憶や物語に根ざしたその民族にとって絶対に失ってはならないと信じられているコアとなる価値観のことです。法的継承核であるリーガルコア。これは、法律や制度など、国家の枠組みそのものに支えられた、目に見える部分の国のコアとなる価値観です。この動画はシリーズの第6回目です。できれば、第1回目から第5回目のいずれかをご覧になってから視聴いただくと、今回の話の土台となっている SCSP の考え方がよりスムーズに理解できます。では本編に入りましょう。悪人って何だろう？端的に悪人と聞いて、どのような行動をする人を想像しますか？法律を犯す人を悪人と捉えがちですが、でも国によって法律って違いますよね。想像してみてください。あなたがある国に旅行に行って礼拝に参加しない罪で逮捕されたら、政治的指導者の悪口を言った罪で処刑されそうになったら、例えば特定の信仰という民族的な価値観を持ち、それをもとに法律や制度が形成されている国があったとします。その国では宗教に基づく独裁的な国家運営がされており、宗教的指導者が政治的指導者を兼ねています。そこでは礼拝に参加することが正しく善とみなされ、政治指導者の正当性を称賛することがルールで、あなたはどう思いますか？一瞬でも彼らは間違っていると思ったあなたは、日本の法律的な正しさをもとに自分の価値観からは外れる、それらの国を断罪しようとしている可能性があります。確かに日本のルールに照らし合わせてみれば、その断罪は不合理に思えるかもしれません。しかし、日本国内ではなく、彼らの国に行って、彼らのルールを破ったのはあなただったとして、それを間違いと断言できますか？日本に来た海外の方が、彼らの基準で行動し、日本のルールを守らなかったら、迷惑と思いますよね。それと同じです。私たちは、自分が信じる正しさや善の基準が無意識のうちに形成されていることに気づきにくいものです。そして、その基準から外れるものを悪と認識しがちです。ですが、ここまでの話でわかると思いますが、正しい、間違っているとか善や悪といった概念は、その国や民族によって変わってきます。SCSP の視点では、多くの場合、悪とされる存在は最初は感情的、感覚的に不快だと感じられ、その後で私たちの世界を脅かしているという構造的な敵として再定義されていきます。つまり、悪とは感情から始まり、物語として記憶されている共通の概念なので、例えば、過去の動画で解説したように、国家が戦争を始める際に敵を作り出すのは、まさにこのメカニズムが働いているからです。彼らは、あの国こそが我々の生存や未来を脅かす存在だという物語を提示し、国民を団結させます。たとえ実際には資源や経済的動機があったとしても、人々の中で共通の物語として定着すれば、彼らは我々こそが正義の側に立っていると主張し、敵を悪として位置づけるのです。つまり、悪という概念は普遍的なものではなく、それぞれの共同体が持つエスニックコアやリーガルコア、そして正当性の物語によって相対的に定義されるものだということです。ある共同体にとっては善である行動が、別の共同体にとっては悪となり得る。
SCSP は、この相対的な善悪の定義に踏み込み、その背後にある構造を解明することを目的とします。日本国内でさえ、人を殺してはいけないという価値観は、普遍のものではなく、人の生命に対する価値観すら、時代によって大きく変わってきました。人を殺し、奪うことを悪とするかどうかも、民族の価値観であるエスニックコアを土台として、その時代の統治者の定めたリーガルコアによって規定されます。国や民族が違うのであれば、なおさら、悪を悪と定義する理由が違うのは自然なことではないでしょうか。だから、他国を訪れたり、他国の人と接して、気がつかないうちに迷惑をかけたり、意味がわからないままに罪に問われて、なんでと感情的に叫ぶ前に、これから接する人々にとっての価値観を理解しておくことを強く提案します。こういったデリケートな内容は、観光案内やパンフレットにはなかなか記載はありませんが、その国の歴史を知って、彼らがなぜそう行動してきたかを知ることが、トラブルを避けるためには重要です。理解しなくてもいいのです。なぜ、彼らはそれを悪とみなすのか、という問いを投げかけるだけで十分です。自分と違う価値観であることを知り、疑問に思うこと。疑問を持った時点で、あなたは相互理解のために動き出しているのです。差別も同じ構造。欧米でアジア人差別があるというのは有名な話です。実際に差別を受けたり、差別的な発言を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。Do you でも、know, for 考えてみて example, くだ the さい。main 我 differences 々だっ between て、欧 European 州のことを countries? どれだけ知っていますか？人は知らないもの、初めて見るものを知っているものと比較して理解しようとします。日 Excuse 本 me, ではあまり知 are ら you れていないかもし Chinese? れませんが、欧州では日本が Well, there 中 is 国の no 一 need 部 to だ be と考 so えている rude. 人も少なくありません。なぜなら、欧州では日本のことも中国のことも知らないままに、彼らの歴史に当てはめて理解するからです。欧州の歴史は古代ローマが大きく関わっています。欧州のどの国も歴史的文化的にローマの歴史の影響を受けていない国はないくらいに、ローマ抜きに語れないほど密接な関係があります。欧州の視点から見ると、彼らの歴史的経験であるローマ帝国とその後継国家という形式に基づき、アジアの文明を捉えようとします。その際、彼らが理解しやすいモデルとして、ローマを電流として、欧州の各国が生まれたように、中国の歴史における中元を治める者こそ天下の正統という思想に基づく巨大な文明圏から日本が派生したと考えることは全く不思議ではないのです。某国のプロパガンダに日本は中国の文明から独立したというものがありますが、欧州の人は複雑な歴史を覚えるより、自分たちに馴染みのあるこのプロパガンダのようなロールモデルの方が理解しやすい構造を持っているのです。でも、日本人の多くから見れば、このことはあまり嬉しくありませんよね。だからといって、ここでお互いに知らないままに不愉快だという感情をぶつけ合ったらどうなると思いますか？言うまでもありませんね。それは争いの火種になるか、あるいはより深刻な分断へとつながります。こういった無理解に基づく決めつけを受けて不愉快になるのは仕方がありませんが、相手がどう理解しているかを考えずに、なぜ、そんな失礼なことを言うんだ、と感情的になることは、解決からは程遠い行動です。なぜかを深く聞いてみたら、実は、日本イコール中国の文化圏という誤解は、日本という国を理解するための努力をした結果かもしれません。そうした善意からの行動になぜそう考えたのかを考慮せずに、感情のままに非難をしたらどうなるか。まず、相手の歴史や価値観をしっかり理解してから、その上で私たちの価値観をどう伝えるかを考える方が、不要な対立を避けられると思いませんか？もちろん、理解した上で批判するというなら、それも一つの選択です。しかし、理解し、対立以外の選択肢を増やすこと、これこそが SCSP が目指す共存への道なのです。知らないことは、多くの場合、誤解、誤解はやがて悪意や恐れに変わっていきます。こうして生まれた誤解の積み重ねが、やがて社会の中に根を張り、固定観念や偏見となっていきます。この構造は差別だけでなく、宗教対立、民族衝突、そして国家間の戦争にまでつながっていくのです。差別は単なる無知ではなく、継承構造の断絶や誤解による正当性の衝突でもあります。自分たちのコアと異なる他者のコアを理解できないまま異質、危険とみなす。それが差別の構造です。では、どうすればその構造を変えられるのでしょうか。
それはまず、相手もまた自分たちと同じように何かを守ってきたのだという視点を持つことです。例えば、ある国の風習が奇妙に見えたとしても、それは彼らのエスニックコア、つまり彼らが何百年もかけて守ってきた価値や物語かもしれません。その視点に立てば、なぜそう考えるのか、なぜそれを大切にしているのか、という問いが自然と生まれてきます。その問いこそが SCSP の出発点です。そして、その問いを通じて得られた理解は、ただの知識ではなく、他者との共存の扉を開く鍵となるので、正しさと善悪。SCSP の視点では、多くの場合、悪とされる存在はまず、感情的、感覚的に不快だと感じられ、その後に私たちの世界を脅かしているという構造的な敵として再定義されていきます。国家が戦争を始める際に敵を作り出すのはまさにこのメカニズムが働いているからです。戦争を行う場合、どの国もあの国こそが我々の生存や未来を脅かす存在だという物語を提示し、国民を団結させます。たとえ実際には資源や経済的動機があったとしても、戦争を始める際の大義名分として、我々こそが正義の側に立っていると主張し、敵を悪として位置づけるのです。実は善悪についても同様です。日本では人命を損ねる行為が絶対的な悪であり、人命を救う行為が絶対的な善であるという認識が強く共有されてきました。たとえどれほど崇高な理想や大義を掲げていても、人を殺めることは悪として認識され、その行為には、例えば日本のよくある復讐の逸話における自尽の結末など、何らかの償いや代償が伴うという考え方が見られます。しかし、この善悪という概念すら、民族が異なれば、その前提条件ごと異なるので、例えば、ある共同体では、個人の自由が最大の善とされるかもしれませんが、別の共同体では、家族や血縁の秩序がそれに優先される場合もあります。ある社会では、法に従うことが道徳とされる一方で、別の社会では、信仰や伝統の教えに従うことが倫理の基準とされています。このように民族によって言葉の定義が異なることを理解することはコミュニケーションにおいて非常に重要になります。例えば、日本では平和と訳されるヘブライ語のシャロームという言葉があります。日本人にとっての平和は一般的に戦争がなく肉体的に傷つけ合うことのない状態という共通認識があると思いますが、シャロームはどちらかというと積極的に心の平穏と秩序を追求する概念であり、神と共にある状態や正義の実現によって得られる安寧を含意しています。つまり、単に戦争がない状態ではなく、正しい秩序が存在することこそが平和であるという発想なのです。この違いは、平和のための戦争という発想が一部の文化圏で矛盾なく受け入れられる理由にもつながります。彼らにとっては、戦争という手段を通じて正義の秩序を回復しようとする行為がむしろ善とされうるので、ここで重要なのは正義の秩序とは何かという問いです。それは、まさにその民族や国家が、長い歴史の中で培ってきた正当性の物語、すなわち、共同体における物語の継承の核であるコア・オブ・サセッションに深く結びついています。秩序の理想像が異なれば、何を悪とみなすかも変わってきます。言い換えれば、ある共同体にとっての善や平和が、別の共同体にとっては悪や侵略と移る可能性があるということです。このような善悪の相対性は、単なる文化相対主義の問題ではなく、何を守るべきものとみなしているかの違いであり、民族のコアに根ざしています。SCSP はこうした善悪の構造を感情や倫理観ではなく、継承構造の違いとして読み解こうとします。例えば、同じ裏切りという行為でも、血縁を重んじる共同体では、家族を裏切ることが最大の罪かもしれません。国家の理想に忠誠を誓う共同体では、国家に背く者が最も危険な存在かもしれません。信仰を中核に据える共同体では、神の戒律に反する者が悪人とされるでしょう。このように、裏切りや正義、敵や平和といった言葉ですら、その共同体が継承してきたコアの内容によって定義が変わるのです。正しさのしつけの構造。近代法など何も知らない部族社会に
近代の政治システムをいきなり持ち込んだらどうなるかを考えてみましょう。それまでは州長や族長、王などが一部の人と話し合いながら人々をまとめていたわけです。知らない概念を知っている言葉に置き換えて理解するという仕組みを考えると、彼らの目から見れば、大統領や国家元首は、機関伝承の州長や族長、王のように見えるのではないでしょうか。議会だって、それまでの有力者の話し合いの場が、名前を変えただけに過ぎない、と映るかもしれません。彼らは持ち込まれた近代の政治システムを言葉だけ採用して、彼らのエスニックコアやそれまでのリーガルコアを前提に運営することになるでしょう。ここで問題となるのは、彼らを見て、近代の政治システムを持ち込んだ側が、正しい運用がされていないと考えた場合です。近代の政治システムを忠実に運用しようとすると、その部族社会が長年培ってきた継承の核、特にエスニックコアと衝突する可能性があります。彼らの正当性の物語は、血統、伝統的な儀式、あるいは祖先からの教えといったものに根ざしています。そこに選挙や多数決、成文憲法といった彼らにとって異質なコアを一方的に押し付けられた場合、たとえそれが普遍的な正しさだと主張されても、彼らには自分たちのコアを脅かすものとして映るでしょう。実際、アフリカ諸国やアフガニスタンでは、こうした近代の正しさの押し付けが混乱を引き起こしてきました。独立後の多くのアフリカ諸国では、宗主国が残した憲法や議会制度が導入されましたが、それらはもともと部族や民族の多様な正当性を調整する仕組みを持っていませんでした。結果として、民族対立や権力集中が起き、内戦や独裁の温床となってしまったのです。アフガニスタンでも、欧米が民主化という名のもとに導入した制度は、部族的な連帯やイスラム的法体系との間でたびたび衝突しました。多くの人々にとって、投票で選ばれた大統領は、自分たちの生活や価値観を理解しない外部の代理人に過ぎず、その正当性は受け入れがたいものでした。このように、正義や制度を普遍的なものとみなして押し付けてしまうと、電池に根付いた継承構造、すなわち、彼らのコアを破壊してしまう可能性があります。そして、破壊された側は、自分たちの世界を壊した相手を悪とみなすのです。この善意が悪として返される構造を理解することが SCSP における分析の核心の一つです。理解はあなたの武器になる。私たちはあれは悪だ、これは正しいとつい口にしがちです。しかし、その一言の裏には無意識のうちに抱えている正当性の物語があります。あなたの正しさや善や悪といった判断基準もあくまであなたの社会の正当性の物語の中で成立しているものです。それは決して絶対的なものではなく、あなたが生まれ育ち、教育され、所属する社会や文化が築いてきた枠組みによって形成されたものです。SCSP、正当継承学は、そうした自分の正しさにも一歩引いて向き合う視点を提供します。なぜ自分はそう思うのか、相手はなぜそうしなければならなかったのか、そう問い直すことで、私たちは他者の正当性の物語にも耳を傾けることができるようになります。それは自分の正しさを捨てることではありません。むしろ自分のコアをより深く知った上で他者との間に理解の橋を架ける行為なので、理解することは必ずしも同意することではありません。しかし、理解しない限り共存や対話の可能性は永遠に生まれません。争いの多くは誤解から生じます。そしてその誤解の多くは分析よりも判断を先にしてしまうことから始まります。だからこそ SCSP は判断は分析の後にという原則を強く掲げます。自分とは異なるコアを持った共同体とであったとき、それをすぐに否定するのではなく、なぜそのコアが生まれたのかを読み解く。この視点を持てるあなたは、どの社会においても単なる傍観者ではなく、未来を紡ぐ翻訳者になることができるはずです。今回のまとめ。私たちが生きるこの世界には数えきれないほどの正しさがあり、その正しさの数だけ悪人も存在します。でも、もしその悪が誰かの大切な正当性を守るために必要だったのだとしたら、その悪人は本当に悪人と呼ぶべきなのでしょうか。正しさを判断するなと言っているわけではありません。
正しさを決める前に、一度立ち止まって問い直してみること。それはきっと自分の物語をも深く知ることにつながっていくはずです。このチャンネルでは、今後も正統継承学、すなわち、スタディース・オブ・コア・サクセッショナル・プリンシポース、通称 SCSP について解説していきます。興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。SCSP やアナリストを使ってみての感想などもお待ちしています。